本レビュー機はミニマム RC 様よりご提供いただきました。こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日はミニマム RC 様よりレビューのご依頼をいただいた新作機スピットファイアマイクロ4チャンネル RC エアプレーンをお送りいたします。届いたものは機体、モーター、サーボのキットに BSM2 受信機とリポバッテリーとチャージャーが付属するレビュー用バージョン。さらに無料ツールキットが付属します。組み立てに必要なカッターナイフと接着剤2種、プラスドライバーが入ってて嬉しいです。組み立ての所要時間は120分前後です。動画が長くなるので、早送りでお送りします。本機はマイクロサイズの DIY プロフィール機、ボディも守備力も全てがフルカラー印刷されたデプロン製で、同社の販売する他の機体と同様にユーザーが組み立てるキットです。3つのサーボとモーターの一般的なマイクロ4チャンネル機ですが、特徴的なのはプロペラを8520モーターがダイレクトドライブすることで、重量増になりがちなギアダウンユニットを配するとともに、販売価格を抑えることにも貢献しています。通常マイクロ機では胴体後方にかけて発生する境界層に微力が入ってしまい、その整流力が減少してしまいます。それを嫌って正確なスケールを崩してでも垂直尾翼や水平尾翼を拡大し、プロペラ系も後方風が届くよう拡大するのがマイクロ機におけるセオリーなのですが、胴体の厚みをほとんど持たないプロフィール機においては、プロペラ風を遮るものがなく、境界層もほとんど現れないため、尾翼もスケールを守れますし、プロペラ系も拡大せずに済みます。径が小さければギアダウンは不要であり、昨今のマイクロドローンがブラシモーター直結ブレードであることを鑑みれば、本機の構成はとても理にかなった装備だと言えましょう。さて本機はデプロン製の胴体及び守備力がフルカラーのプリント済みで塗装不要のキットとなっていますが、カラーリングのベースとなったのは、ポーランド軍に配属されたコード JHC のマーク5で着陸事故でタイプ B に改修された後、終戦で英国空軍に返還され、教育用の機体として使用されていましたが、1952年に退役して民間に払い下げられた戦績のない珍しい機体。その後、映画、バトル・オブ・ブリテンの撮影用実機レプリカのマスターモデルとなり、さらに映画、パール・ハーバーでも使用されるなど、現在はダックスフォード帝国戦争博物館で余生を送る、大変有名な機体。カラーリングについて最初に受ける感想は、とにかく美しいの一言。一般的にプロフィール機は EPP 性が多いのですが、高い耐破断性を手に入れる代わりに色のりが悪いという特徴があり、ここまで綺麗な明細色を出せませんし、細部の表現もこだわった描き込みはできません。すごいな、と思ったのは、いくら描いてもプロフィール機は平たくのっぺりとした感じが否めないものですが、固体コード JHC が塗装ではなく切り抜きで表現することで厚みと立体感を感じさせる素晴らしい作りになっていることです。このあたり、軽量化のための中抜きを上手に機体コードのアルファベット型に切り抜くことで実現するとか、
本機の設計者は相当できる人だと思います。素晴らしいです。スペック。重量は実測で 26.3g。緑鳥から考えると一般的な重量のマイクロ機です。飛行テスト、室内。まず、最初の飛行テストは、調整も兼ねて体育館で行います。良い感じの飛行に見えますが、スローフライに必死です。この翼面積では少々重量過多かと。この速度だと少し巻き込み癖が強い気がします。機体がロールした時に内側に滑り落ちる感覚です。もう少し飛行速度を上げたいところですが、体育館の広さではこのくらいのスローフライが基本となりますので、室内飛行の場合はバッテリー容量を小さくするなど軽量化を意識すると良いかもしれません。さて、スローフライに四苦八苦と言いましたが、他のマイクロスケール機よりも非常に優れてる点も感じます。それは速度変化に舵の利きが左右されないということです。いや、実際は左右されているんですが、他の機体よりも低速域で自在にステアが切れるのは、プロフィール機ならではの恩恵だと思います。それは、プロフィール機のプロペラ風が尾翼に直接当たるという特徴が、高い向かい角で半失速状態に陥ってもスロットルを合わせれば好きな方へ機首を向けられるという低速時の機動性の良さにつながっていますね。慣れてくれば操縦がとても楽しくなってきます。エレガントだなぁ。飛び姿が美しいです。とても楽しく飛ばせるのですが、一つ問題点があります。それはメインギアがないために着陸ができないことを。胴体着陸を繰り返すと、ボディにもプロペラにもダメージが蓄積されそうな気がします。というわけで、体育館などのように着陸に不向きな場所は、ちょっと難易度高めですが、ハンドキャッチがおすすめ。飛行テスト屋外。ぼんよりと曇ってて、時折突風のような空気の塊が機体を不安定にさせる、ちょっと嫌な天気。風速は3から5メーター平均なので、この程度の環境風は大したことないと思われがち。しかし、マイクロ機にとって5メートルは強風、最大瞬間風速では10メートルくらいになりますから、飛行はかなり厳しい環境です。実際、向かい風だと、対地速度は低速ながら、わずかな操作に過敏に反応するだけでなく、簡単に煽られて、姿勢を乱します。逆に、追い風では速度が上がるだけでなく、揚力が不足して高度を失い気味、失速や旋回時の巻き込みも起きやすいです。もっとも、このような環境下での不安定さは、すべてのマイクロ機が抱える弱点ですから、一見、これだけ普通に飛んで見えているのは、むしろ失速限界域でも回答ができる、プロフィール機の長所のおかげです。風切り音をマイクが拾ってうるさいですね。
さて、飛行性能のチェックといきましょう。まずは、失速限界域の操舵性や失速特性を探ります。徐々にスロットル回路を絞り、使用範囲も狭めていきます。フラフラとはしますが、中半角の絶妙なセッティングのおかげで、翼端失速してロール方向に逃げません。パワー感も十分にありますので、ホバリングできるほどのリフトは無理ですが、ループはこの通り。もう一度、ループ。次はロールを試してみます。では、得意なプロペラトルクに合わせた左回転ロール。厳しい。と思ったらデュアルレートが 70% 縛りでした。送信機設定を 100% に切り替えてもう一度。まあまあのロール性能。背面時に高度を失うので、エレベーターを当てるといいかもしれません。とても、ソーダに対し、素直な応答をしてくれる機体ですね。というわけで、しばし自由飛行を楽しみます。ロールはね、こんな感じなんですよ。なので、量反角が強いせいで、自己復元力が高くて、ロールは厳しいですね。よいしょ。なんかないでしょうけど。見た目は綺麗ですね。さて着陸です。この場所は芝生の広場なんですが、冬ということもあり、芝生が短いため、室内と同様にハンドキャッチで回収します。風があるのでさらに難易度アップですが、成功。もう一度。成功。